こんばんは、進藤さん。どうされたんですか？夜分遅くにすみません。この前の社長が演奏を見たいと言ってた件、日程を決めたいと思って連絡させていただきました。来週末でお願いします。社長の日程が空いているのが一番早いものでそこでして。来週末。確かみんな予定は入ってないはずだけど。でも今のままで本当に満足してもらえるような演奏ができるのかな。どうかされましたか？すみません。来週末ですね。みんなにも伝えておきます。何か悩み事ですか？いえ、声に元気がないような気がしまして。何か困っていることがあるなら話を聞きますよ。これでも皆さんのマネージャーですから。ありがとうございます。それじゃあ。なるほど。バラバラな音楽をどうにかするために曲の表現の仕方をすり合わせたが、今度は演奏に勢いがなくなったと。はい。この方法ならバラバラになっちゃうのを解決できるって思ったんですけど。そうですか。それなら解決自体は簡単ですね。誰かが全員の音をまとめて導けばいいんです。導く？話を聞く限り、今の皆さんの演奏はいわば指揮者がいないオーケストラのようなものです。全員が周りの顔色を伺って自分の演奏に集中しきれていない。ではそれを解決するためにはどうすればいいのか。答えは簡単です。誰かが指揮を取ればいい。全員の状態を把握し、演奏の先頭に立つ。どんな思いを込め、どんな表現をするのか、すべてを把握して皆を導く。そうすれば、勢いを保ちつつ、まとまりもある最高の演奏になるんじゃないでしょうか。誰かが演奏をしながらみんなを導く。それができれば、どっちの問題も解決した最高の演奏ができる。確かにそうだ。それなら。私、やります。みんなを導く。演奏でもそれが必要なことなら、それはリーダーの私がやらなきゃいけないことだと思うんです。やらなきゃじゃない。私がそうしたいんです。なるほど。望月さんならそう言うと思っていました。ですが、それはとても難しい作業ですよ。全員の音を導くためには高い演奏技術が必要ですからね。その技術は時間をかけて習得していくしかない。一朝一夕ではどうにもなりません。それは。そんなに簡単なことじゃないってことは分かってる。でも。だからって諦めたくない。このままだったらずっと中途半端な演奏のままになっちゃう。そうしたら社長さんもこれから聴いてくれるお客さんの心にも何も響かせられない。レオニードのみんなが大事にしてる思いが
叶わなくなっちゃう。そんなの嫌だ。みんなに後悔してほしくない。みんなの思いも演奏もすごく素敵なものなんだって聞く人に絶対伝わるようにしたい。それでもやります。自分の演奏技術がまだまだ足りてないってことは分かってます。でもやりたいんです。みんなで最高の演奏をするために。どうしたらそんな演奏ができるようになるのかわからないけど、みんなを導く演奏ができるようになるためならいくらでも練習頑張ります。なるほど。ですが、そんな演奏はすぐにできるわけじゃない。それでもどうにかしたいと思うなら、今よりも何倍も厳しい練習をこなすしかないでしょう。それでもやらないよりはマシという程度ですが。しかしそれでもやるというのなら、望月さん、特訓をしましょう。今日はよろしくお願いします。ええ、よろしくお願いします。さて、それじゃあ早速ですが、始めていきましょうか。はい。でもそうは言ってもきっと戸惑ってしまいますよね。俺に楽器の何がわかるのかって。実はこれでも昔音楽をかじってましてね。手広くやってたんで、ある程度の楽器は弾けるんです。まあ論より証拠ですね。少しやってみますか。これって手首のスナップすごく柔らかい。これ音楽をかじってたってレベルじゃない。こんなものですかね。さて、それじゃあそろそろ始めましょうか。はい。ドラムの練習はどこまで行ってもリズムキープをすることです。クリックに合わせ、表拍だけでなく裏拍まで常に正確に叩けるようになってください。どんな状況でもというのが肝心です。本番では練習の時と同じだけの力を発揮できるなどまずありえない。練習では常に完璧を目指すんです。はい。パラディドルをこなすにはストロークを完璧にコントロールすることが大事です。アップストローク、ダウンストローク、タップ、そしてそれらの双方の切り替えをスムーズにこなせるよう徹底的に腕に叩き込むこと。リバウンドが全く意識できていないですね。それにリズムが乱れ始めてる。一回できるだけではダメ。音の粒を均一に、どれだけ疲れていても音量と感覚を変えずにキープし続けるんだ。はい。腕が重い。でもやるんだ。みんなを導いて最高の演奏をするために。